今から、日本とプラハをつないでのライブインタビューを始めたいと思います。プラハは今、15時ですね。6月10日です。私は今回のジャパン ECR ブースのキュレーターの杉山至と言います。よろしくお願いいたします。まず最初にこのライブインタビューの趣旨について説明いたします。今回の PQ2023 の全体のコンセプトはレアビジョンです。私たち日本チームはこれを受けて2つの言葉を選びました。一つはマレという漢字です。このマレという漢字には意味が2つあります。一つはまさにレアということ。で、もう一つは希望の希、望みということです。パンデミック後の混沌とした世界の状況の中にあっても、希望を持って未来へ進んでいこうという思いを込めました。もう一つはつながる、コネクトということです。パンデミックにより私たちは分断されました。これほど様々なディスタンス、距離というものを意識した時もありません。しかし今までと違うつながり方、例えばウェブ上でリモートでつながるという手段も同時に手に入れました。距離と時間、言葉や文化など様々な分断を超えて新たにつながり直す方法を探したいと考え、このライブインタビューを企画しました。古典芸能から現代劇、さらにはアニメや漫画を原作としたミュージカル、2.5次元ミュージカルなどのエンターテインメント、様々なジャンルの舞台芸術が共存しているのも日本の特徴です。このような状況の日本の舞台芸術シーンで活躍しているデザイナーの方15人に、このマレということとつながるというテーマに沿った作品を紹介していただき、生の声を届けるというのが今回のこのライブインタビューの趣旨になります。はい。では、早速始めたいと思います。はい。今日は、舞台デザイナーの時健一さんをお招きしています。時さん、よろしくお願いいたします。今、日本は何時ですか？今10時ちょい過ぎですね。遅い時間にありがとうございます。いえいえ。で、時さんは、今回の PQ チームで、すごく、大活躍していただいて、通訳とか翻訳とかで、本当に助かっている存在の一人であります。では早速、時さん、まず、自己紹介の方からしていただいて、今回のマレということとつながるっていうことのテーマに沿った作品を、プレゼンテーションしていただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。時健一と言います。東京でもう20年ぐらい、舞台美術をやって、まあなんとか今まで生き延びてきたっていう風な感じですね。まあ主に小劇場から始めて、今でも小劇場をやりつつ、まあミュージカルとか、そういった割と中規模、大きい規模のも、まあ、させていただいているっていう感じで。はい。はい。そしたら、早速作品の方をお願いできますでしょうか。はい。今回自分が、皆さんに紹介するのが、福島三部作という、2011年に、まあ、日本を襲った未曾有の事故があるんですけれども、まあ、それについての、三部作、今から5年ぐらい前うん。かな。4年ぐらい前ですかね。まあ、原発事故から8年後に上演された、作品になります。で、まあ、物語はトリロジーって言われてるように、まあ、3つのそれぞれ作品に分かれてるんですけれども、まあ、一部が原発誘致のことに関しての、1960年代ですかね、その時の物語で、2作目が、あのソビエト連邦、当時ソビエト連邦っていうものがあったんですけれども、まあ、現代のロシアですね、現在の。まあ、そこでチェルノブイリというところで、うん。またこれが、同じように原発事故が起こって、まあ、その時に、福島のその双葉町っていうところの町長と、まあ、その周りの人たちがいかにその日本の原発の安全神話というのを、まあ、人々を騙しながら作ったかっていうお話と、で、最後の作品が、
原発事故の後の、うんうんうん。それぞれ、人々の、その様子というか、そういうことを描いた作品群ですね。この作品を、今回のね、レアっていうことと、マレっていうことと、コネクトということで選ばれた背景を教えていただけますでしょうか。簡単に言いますと、まず当然ながらその原発についてというテーマですね。それから、その物語の紡ぎ方といいますか、三部作構成っていうのは非常に、あのめったにないような構成だと思うんですけど、近年だともうリーマントリロジーとかぐらいしか思いつかないんですが、それから、やはり、この作品の持っている演劇性というところでしょうかね。一部、二部、三部とすべて違う形式で作られた作品で、一作目はストレートプレイなんですけれども、主に当時人気のあった人形劇のスタイルを多少取り入れてて、それは二部で大人になる人たちが、登場人物が、一部ではまだ子供なので、それを子供として演じるか、別の方法で表すかというところで、当時人気のあったその人形劇のテレビ番組を模して、雰囲気作りだと思うんですけれども、そういうふうなスタイルを取りました。で、二部に、二つ目の作品が、ちょっと政治的なサタイヤなんですけれども、なんでしょう。その時の町長が飼ってた犬のモノローグがあったり、あるいは、音楽が入って、ちょっと音楽劇っぽいことになったりとかっていう、そういうふうな感じですね。それで、三部作目が、ドキュドラマっていうスタイルな感じなんですかね。それぞれの人々の、インタビューで集めた声を、そのまま、割とドラマ形式で伝えていくっていう風な感じです。以上3つの観点から、近年においては、この作品は結構、日本の演劇界でもレアな作品かなと思いました。はい、ありがとうございます。そしたら、ぜひ舞台美術ですね。どんなセットだったのかっていうのを、スライドを見せながら紹介していただきたいなと思うんですけども。はい。スライドを見せながらなんですけれども、まずは、ちょっと次のページがちょっとリサーチになってしまいますが、今回の作品を伝えるにあたって、まあ、何がこう、中心的なイメージになるかなということを考えたときに、まあ、原発の事故のことを考えたときに、どうしても津波が起こしたそのはい。街の悲惨な様子っていうのにとらわれがちなんですけれども、はい。でも、この話は原発についての物語なので、何かちょっとこう、暴力的なお客さんにも、見てる人たちのその原発の恐ろしさというか、恐ろしいだけじゃないんですけれども、それを伝える何かイメージがないかなというところで、いろいろとイメージを探っていたところ、そのたくさん電球のあるこの写真というか、そういうものを見て、このイメージはすごく、有効だなと思い、それが下は原発の中じゃないんですけれども、ちょっとそういうふうなイメージがあったので、これをメインのイメージとして、使用するということを決めました。はい。で、次のが、はい。最初のすごい、いわゆるサムネイルスケッチっていうラフな、スケッチなんですけれども、で、
まあ、これで演出家と話をして、一番最初の話は、あの、まあ、原発誘致までのおはい。話なので、その前にはいわゆる何もない、もうなるほど。本当に東北の田舎の畑だけの、場面設定で、まあ、そこの町長一家のお話なんですけれども、まあ、そういったことで、床が土になってるんですけれども、土なんまあ、その中に町長一家の家族の、まあ、今があるというふうな、そういうふうなイメージです。で、真ん中の絵が、スケッチが、2作目のもので、まあ、これは原発も誘致されて、原発も稼働している状況で、まあ、そこでたくさんの電球が天井にぶら下がっているというふうなイメージで、で、両側に、はい。いわゆるその板敷きの板張りのパネルがあるんうん。ですけれども、まあ、これは一作目には何もないただの板張りうん。うのパネルん。で、まあ、田舎の家というか、まあ、それをイメージしてるんですけれども、2作目になると、そこに実は穴が開いてて、そこにも全部電球を取り付けるってすごい。いう、そういう仕掛けをしました。はい。これはで、全部、あ、すみません。これはあ、全部そうですね。光るんですか？通訳の時にまたあげますんで。で、はい。3枚目が、いわゆる最後のパートの、原発事故の後で、まあ、天井のライトももう壊れて、数が少なくなって、で、床には、たくさんの、まあ、家具とか、そういうものの壊れたものがあって、で、両側の、まあ、木のパネルも壊れて、まあ、電球が外れてるというふうな、そういうふうな、状態になります。まあ、というふうな感じで、はい。それぞれの、まあ、時代と、うん。いわゆる、まあ、テーマというか、その時の起こったことですね。まあ、それを追っていくと、こういうふうな感じで、進めていけるんじゃないかということうん。をうん。話し合いました。まあ、一応、装置的にも、まあ、美術的にも、いわゆる話を紡いでいこうというふそううなですね。考えですね。で、まあ、しかしながらですね、はい。このプロダクションは、まあ、実はとても小さい劇団が企画したもので、まあ、身軽にして、いわゆる日本全国になるべくこの話を届けたいというふうな思いもあって、まあ、割とその規模的には、スケールダウンをしていくことにはなるんですけれども、まあ、いわゆるそういうこともありまして、まあ、ここまでその電球とかもないんですけれども、一応そのコアなイメージというはい。のは、まあ、残したまま、なんとか上演にこぎつけることができました。ここで画像とか見せていった方がそうでよろしいです。すね。そうですね。実際の、ね、今、スケッチで大きく、トリロジーっていうのを、やっぱり、抑えたっていうのが素晴らしいなと思うんですけど、三つの違うディメンションっていうんですかね、世界観。で、それが、実際の公演でどのような、形になったのかっていうのも見せていただけると嬉しいです。はい。これがまず、一作目の作品ですね。まあ、比較的スケッチもほぼほぼ、何もないような状態だったんですけど、なので、これは割と忠実に、うんうん両側うん。に板敷きのパネル、板張りのパネルがあって、で、真ん中にまあ、当時の日本の今っていうのは、大きい、ちゃぶ台っていうんですかね、まあ、座卓があって、で、まあ、人は、いわゆる正座をして座ってるというような感じの場所になります。で、まあ、この写真では見にくいんですけれども、床も、土風のはい、はい。テクスチャーが、まあ、ついてるうん。というふうな。これ床面全体ですか？そうですね。まあ、これは3部作目に
もう目いっぱい使おうというふうな感じの予定だったので、舞台いっぱいに土のテクスチャーを広げました。うん。で、これが一作目のそれぞれの写真なんですけれども、皆さん見えるように、その人形、パペットをうんうんうん。使ってて、その後ろの背景も割とそういうふうなちょっとうん。雰囲気のものになってるという。で、右側のうんうん。舞台写真なんですけれども、これはいわゆる電球を一つはい。取り付けている村人の写真です。で、実はこれはこれが多大に自分のイメージを膨らませることに貢献してくれたんですけれども、で、このシーンというのが、もともと貧しい何もないうん村だったうんところに原発誘致が来たんですけれども、その村に初めて伝統が来たっていうエピソードが一作目の中に入ってるんですね。うん。それで、村全体が電気が来たってこう喜んでるシーンがあるんですけれども、そこでこの電球を利用できるななるとほどね。思いました。で、えーっと、次が、これが2番目の作品はい。の写真ですね。皆さん、ご覧のようにパネルに全部、うん。ああ、もう本当だ。電球がついてるっていうふうはい。な状態になります。で、先ほどの写真よりも、床の具合が多少そうですね。わかよくるとは思うわかります。んですけれども、で、セッティング的には、町長の家をまた出てくるので、電球を、付け加えてる以外は、ここのセットチェンジというものはあまりないんですが、しかしながら、見てるお客さんも入れ替えて、舞台上これ変えるのは30分ぐらいしかなくて、ああ、転換が。はで、これはもう役者の人も手伝ってっていう風な感じだったので、小劇場ならではの、苦労というか、そういうものが、ちょっと分かってもらえたらなと思って、今のことをお話ししました。はい。で、この真ん中にいるのが、先ほど言った犬のモノローグがあるって言ってたんですけれども、その犬です。で、これが割と最後の方のシーンになるんですけれども、2作目の。で、この最後のパートは何を言ってるかというと、いわゆるそのチェルノブイリの事故が起きましたけど、い。うんうん。日本の原発は安全ですっていうことを、これがだからさっき言った風刺劇、サタイヤになってるんですけれども、あの、ストレートプレイ、ここはストレートプレイじゃなくて、そのミュージカル仕立てにうんうん。して、その宣言をしてるっていうことで、それでこの後ろのパネルが、いわゆる電飾のように点滅したりとか、動いてるっていうシーンになります。それで上から降ってるのが、いわゆる安全という、もうちょっこれもある意味演劇性が強いと思うんですけれども、そういうのを降らしながら、ミュージカルシーンを進行していくっていう風な感じでやっています。非常にシニカルですよね。そうですね。で、この、安全宣言を経ての3部目になります。で、ここでも、皆に分かってほしいのが、このセットチェンジも、30分以内しかなくて、皆さん大活躍の30分でした。3部作目は事故の後なので、いろんな残骸が、町の残骸が転がってるところで、町の人たちがそこで野宿をしてる、いろんなうんうん。パート分けはしてあるんですけれども、あの、大まかに言うとそういうふうな、感じの美術になってます。で、
とあるシーンの舞台写真なんですけれども、まあ、パネルが、板張りのパネルがまあ崩れてて、電球も外されてるっていう風な感じの状態に、あの、へチェンジしてます。で、まあ本当は天井いっぱいに電球が欲しかはい。ったんですけはい。れども、まあこれでも実は200個ぐらい電球があっうわ、て、まあこれを作るのも、劇団員の手だったり、他のスタッフの手で、まあされたので、これでも精一杯、できたかなと思うんですけれども、まあ、原発の暴力性という意味では、この眩しい光というのは十分伝わったんじゃないかなと思います。今用意できる舞台写真は以上になります。はい、ありがとうございます。Thank you very much. で、本当にすごい小さな、いわゆるフリンジシアターで、作られているということですけど、もうその、なんかこう、息遣いみたいなものと、あと、全体がこう、呼吸しながら変化していくっていうのが、なんかこの、30分というね、短い時間というお話だったんですけど、それがなんかこう、伝わってくる、画像だったなと思います。あとやっぱりその福島の原発事故、あと東日本大震災っていうのが、もう10年以上も前の話なんだけれども、もう何度も何度もこう、日本の舞台芸術では、戻ってくるって言ったらいいんでしょうかね、ことがあります。で、今回もそのレアビジョンっていう言葉で、やはり戦争であったり、こういう原発事故、災害っていうものが、また私たちの、心の中に戻ってくるっていうのを、本当に強く感じます。で、やっぱりこの福島三部作のすごいところは、その、原発っていうことですね。原子力、だから本当にその、広島からもつながってるなっていう思いますね。広島の原爆から原子力があって、3.11の大悲劇ということが、見事に通底してるなっていう感じを思います。そうですね。まあ、近年で言うと、やはりこれだけのインパクトを日本の社会に残した出来事っていうのは、まあ、本当にコロナに匹敵するようなものだと思うので、まあ、そういった意味では、やはりこの作品が見据えたそのテーマとか、うんうん。これからの社会をどうするべきかっていうことにおいては、とてもレアというか、稀というか、まあ、今回の趣旨に合った作品だったなと思います。そうですね。はい。遅い時間まで、トキさん、ありがとうございました。いや、こちらこそもうありがとうござい東京はました。夜の11時ですか？そうですね。夜の11え、時になります。お眠の時間です。ですよね。はい。本当今回は、どうもありがとうございました。はい。All right. Thank you everyone for having me there. はい、ありがとうございました。Thank you very much. Bye. Thank you. Bye.